皆さんこんにちは、TLS の渋谷です、TLS クラスルームいつも楽しんでくれてありがとうございます。で前回、総集編のパート1をお届けしたのですが、その中では、振り返りを全然しませんでしたね。すみませんでした。なので今日はしっかりと授業の振り返りをしていきたいと思います。ではもう早速エピソード1の振り返りからやっていきましょう。でエピソード1ではこのながらを使った文章を勉強しましたね。でテレビを見ながら勉強します、こんな文を取り上げました。でその時に前の文と後ろの文は行動する人が同じですよっていうポイントを伝えたと思います。でその時に伝えることができなかったんですが、メインのアクションは後ろ側の文章になります。なので単純に前と後ろの文章を入れ替えてしまうと文法的には正しいんですが意味が変わってきてしまいます。なので大切なアクション、メインのアクションを後ろに置くっていうところを覚えておいてください。続いてエピソード2、ここでは、了解、この中国の学生がよく間違えるこの言葉の意味について考えました。でこれは、中国の学生だけで起きる問題ではなくて、本当に外国語を勉強するいろんな人に起きる問題だと思います。で理由としては、一つの言葉に2つの意味がある場合だったり、自分の言葉とその国の言葉のちょうど間の、言葉がなかったりした時に起きる問題だと思います。で、初級とかでよく間違いがあるものとしては、英語の学生、このヘルプ、この言葉の意味、助けます、手伝いますというのが辞書に出ているんですが、これって随分意味が違いますよね。で例えばもう危ない、死んでしまうみたいな時には助けます。で宿題とか掃除などは手伝いますみたいな説明がよく出ています。ですが単語とのその組み合わせで覚えるのはちょっと危険な感じがします。確かにバットマンとかスーパーマンとかに Help me みたいなのは助けてくださいでいいと思うんですよ。ですけど例えば宿題、この宿題ができなかったらもうビザが取れないみたいな時は助けてください、この助けますの方でいいと思うんです。なので単語との組み合わせで覚えるのではなくて、ちゃんと意味を理解した上で使っていくことが大切になりそうですね。次にエピソード3、ここでは、キムさんのアルバイトについて取り上げました。そしてキムさんからの質問でこのだらけ、ばかりを取り上げました。でキムさんが留学生だらけですっていうのは変ですかっていうことだったので、留学生ばかりです、こっちの表現がいいかなっていう話をしました。でもそもそも考えてみるとちょっと、これだと違う意味で日本人に取られてしまうかなっていうのを考えています。これだとこの会社は給料が安いので留学生をたくさん働かせますみたいな意味で取ってしまう日本人もいるかもしれません。そしたらもうそもそもこの表現を使わないで別の表現で言ってみるっていう方がいいかもしれません。やっぱりリスクを取らないコミュニケーションっていうのがちょっと大事かなというふうに思います。そうすると、この会社は留学生が働きやすいですみたいなポジティブな表現を使った方が良さそうですね。言葉って難しいですね。ということで、TLS クラスルームシーズン1の総集編パート2をここで終わりたいと思います。今日はちゃんと授業の内容を取り上げましたよ。そして前回も紹介したんですが、こちら TLS では無料体験授業を実施しています。なので授業を受けたいという方は説明欄から申し込みができます。あとこの QR コードからも申し込みができるのでぜひ申し込みをしてみてください。皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。それじゃあまたね。